ヘベスティこんにちは、花だよ。最近どうですか、皆さん。私は、1月がもう終わるっていうのに恐怖を覚えてるのと、もうすぐ2月の7日から10日の7、8、9、10、あれ ?7、8、9、10、そう、4日間私のマジで一番大好きなテイラー・スウィフトが日本に来日してエラーズツアーっていうコンサートを今やってるんだけど、彼女はそれで日本に来日するから、それのために生きてる。私は2月の7日に行くのだから、もし2月の7日に行く子がいたらブレスレット、私はブレスレット全然作れてなくて結構やばいんだけど、みんなと一緒にお話できたらいいなと思ってるから、2月7日行く方よろしくお願いします。今日のお話は、過度にシェアしすぎない方がいいよっていうことをお話ししようかなと思ってる。ちょっと最後まで聞いて。シェアするって言っても、自分のやりたいことを行動する前にシェアするのはどうなのっていう話。ちょっとまとまってないな。なんて言うんだろう。なんかね、夢を語りすぎてもそんなに良くないっていうか、話す前にやれっていう話をしたくって、でこの話をしたいのは、まず自分が前までそういう考え方がちょっとあったなと思ったから、今は考えがね、変わったの。だから、今後、何かまた自分の考えがなんかいろいろわからなくなってきた時にこの動画を見返したいなって思うし、みんなにもこのことについて話したいなって思ったから、今日はこの動画を撮ることにします。今日の私のお供はジャスミンティーです。みんなもよかったら自分の好きなドリンクとか自分の好きな服を着てリラックスした状態で一緒にお話できたらなって思ってる。どう？まずみんな夢とかある？夢とか目標とかやりたいこととか何でもいいんだけど、私の夢はイラストレーターで活動することっていうのはすごくずっと前から言ってることなんだけど、そのためにもいろいろ SNS の活動もしたりとか、こうやって自分の意見とか話を YouTube で配信したりとかいろいろしてて、でみんなも夢とまではいかなくても、目標とかやりたいこととか将来何になりたいなとかもちょっとあるはずなの。でも、それをすごいベラ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 いろんな人に話して、なんかもう本当に私これやりたいのみたいなで話して、なんかそれどうなんとか言われたらはみたいな、なんみたいな感じで、その他人に認められなかったからイライラしちゃうとか、他人に認められたいみたいな、まず自分で何か行動する前に人に言うみたいなのはあんまり良くないなっていう風にちょっと思ったから、そういうのを含めて過度にシェアしすぎるのは良くないなっていう考えに至ったから、それについて話すね。まず前までの私を言うと、前まではなんか夢を、私はそうイラストレーターになりたいっていうイラストレーターになりたいというか、イラストレーターとして活動したいっていう、いろいろやりたいっていう夢が昔からあるんだけど、で今もそれを目標にずっと活動しているんだけど、そういう自分のやりたいこととか夢とかをいろんな人にいっぱい話して、いろんな人っていうか友達とか、そう学校で私はこういうのがあるんだよねとか、なんか野望を話すみたいなのあるじゃん。で私はそういうの結構話してて、で例えばさ、私の一番仲いい子とか、その私の結構周りにいる子はみんな応援してくれてるからいいんだけど、そんなにすごく付き合いが長いわけじゃない子とか、なんて言うんだろう、なんか仲良くしたいから話すとか、仲良くしたいために結構自分のプライベートな部分をすごく話してしまうっていうのも結構高校生ぐらいの時はあったの。今はあんまりないんだけどね。で、それなんか理解してもらいたかったわけ。自分はこうしたいんだみたいな。自分はこうしたくて、こうやりたくて、なんとかかんとかでみたいな。いろいろ話してて、でもそれは結構普通のことだと思う。みんな承認欲求っていうのは絶対あると思うんだけど、他人から認められたいっていう気持ち、これは全員持ってるものだと思うし、私も全部なくなったかって言われたら全然そんなわけじゃないし、多分心のどこかにはあると思う。承認欲求が全部いけないわけとは言わないけど、SNS とかもそうだし、承認欲求ってすごく有害な場合もいっぱいあるじゃん。だからそういうのは嫌だなと思って、理由としては他人に認めてもらいたいっていうのも一番あるし、あとは自信がなかったり、なんか自分のなんか背中を押してほしいみたいな、こうやりたいんだけどどうすればいいかなみたいな感じでみんなに話したりとか、あとは
夢がある人とか目標がある人ってもうやり始める段階だからすごくエネルギーがねすごくいっぱいあると思うの。だからなんか例えばねやる気がない人とかなんか夢がない人、全然夢がないのは悪いと言ってるわけじゃないんだけど、夢がない人とかそういう自分のモチベーションと同じくらいじゃない人を見ると結構シェアしてなんか高めたくなる。他人のモチベーションを高めるために自分のことを話すみたいな。悪く言ったら大きなお世話みたいなことを自分のエゴのためにやってることもあったなって今考えたら思っていて。で、それはそういう話をしてもなんか理解されないことは当然で、理解されなかったりしたらなんかうざいとかムカつくとか、なんで理解してくれないの私こんなに話してんのにとか、もう自分の大きなお世話が勝手にやってるのにね、それで理解されなかったらちょっとなんかみたいな、なんだよみたいな風に思ってしまう部分もあったの。でもこれはもう私だけじゃなくって今私の動画を見てくれてる子にもそういう経験はあったんじゃないかなって思う。これ多分結構普通のことだと思うし、みんなもよくなんか普通に意識せずにこういう気持ちになっちゃうかなって思うの。でもなんかそれの良くなかったところというか問題っていうのは、まずそもそもその夢を語ってる時って達成してないと思うのね。私はこうやりたいみたいな、私はこうしたくてっていうのは自分の頭の中の思い描いてることとか夢とか目標とかだったりするわけで、まだ達成してないし成功してるわけじゃないと思うの。それを夢をいろいろ言っても別に理解されないのは当たり前で、いろいろ言われたりなんか反対されたりとかするのは当然のことだなって思う。またその成功例がないからさ、どうなるか分かんないじゃん。だからそういうのは当たり前だなっていう風に考えて思った。ごめん、口に色なさすぎるから一回リップ塗っていい？例で言ったら、例えばなんか俺はアメリカに行ってビッグドリーム掴むとか、ハリウッド俳優になるとか、あとは K-POP アイドルになりたいとか、いろいろさ、すごく大きい夢っていっぱいあると思うんだけど、普通に考えてさ、お前何もしてないのになんでそんなこと言ってんのみたいな。そもそもそういう大きいことを言うだけ言ってみたいな。言うだけ言ってやってない、口に出してるだけで自分で行動してないっていう人も結構いっぱいいると思うの。私も今はね結構いっぱいやってるけど、前までは高校生ぐらいの時は夢は決まってたの。自分がこうイラストで活動したいっていう思いもあったんだけど、インスタグラムも前はやってたんだけど、今と違うアカウントでやってたの。その時はもう全然本当にやる気がない感じで超適当にやってたし、絵も全然毎日描いてるわけじゃなかったし、将来のことについて逃げてたの。だから全然考えてた、自分のやりたいことは決まっていたんだけど、行動に移すのが怖かったりとか、まだ自分に自信がなかったりとか、自分はこう絵でやっていけるのよかとかいう、まだ始めてもないのにそういう不安とかもいろいろあったりして、結構趣味って感じで描いてるだけだったの。でもやりたいことは一応あるからさ、言ったりもしてたんだけど、実際に行動に移せてたかって言われたら、今と比べたら全然移せてないから、移せてなかったなって思う。だからもう口だけそう言われてもしょうがないかなっていう風に思っちゃう。っていうかそうなの、普通に。だってやってないの。だから言われてもしょうがないし、まず行動を移さなきゃいけないなって思った、その時に。やっぱりこうやって夢を話したりして、みんなにいっぱい話す。もう詳細まで、もう全部。私はこれをやりたくて、こうしたくて、みたいな。いうのの一番の大きい理由は、やっぱり信じてほしかったり、認められたいとかそういう思いがいっぱいあると思うね。他人に認められたい。自分とかじゃなくて、他人を軸として考えた考え方だから、そういうシェアして自分の思った考えが返ってこなかったら落ち込んだりすると思うの。だけどまずそうやって自分の夢とか目標とかやりたいこととかを始めたり行動に移すのは自分しかいないし、誰にも認めてもらう必要がないの。覚えといてこれ。認めてもらう必要はないの。自分が自分を信じればいい話で、他人に何かを言ってなんか背中を押してもらう必要もないし、もちろん人で否定される必要もないし、なんて言うんだろう。だから他人の意見を軸として行動して絶対いけないと思うの。
認められたくて話すとかそういうのはやめた方がいいと思う。なんか見返りを求めて話したりとか、答えはないしね。なんか、例えば、私はアメリカに行って成功したいですとか言って、それは良くないですとか、いいねとか、答えはないわけで、その答えを確かめるためには自分で行動するしかないなっていう風に思うの。だから、いっぱいシェアしすぎるのは良くないなっていう考えになった。勘違いされたら困るんだけど、全部シェアしないでって言ってるわけじゃないの。私はもちろん今、インフルエンサーっていう活動もしてるわけで、みんなにシェアしたいわけ。私がシェアしてるところは、自分のことをサポートしてくれてる子たちじゃん。今、こうやって私の動画を見てくれてる方もそうだし、インスタグラム、TikTok、SNS をフォローしてくれたり、いいねとかコメントとか、いろんな方法でサポートしてくれてるみんながいるから、私は頑張れてるわけで、そういう子たちには、どんどん自分のしたいことをシェアしていきたいし、その子たちは絶対私のことを応援してくれるって分かってるから、私はシェアしたいの。だけど、サポートをなんか例えば付き合いが浅い人とか仲良くなりたいからいろいろ話すとかそういうのはあんまり良くないと思っていて、サポートをなんか強いるって言い方はおかしいかもしれないけど、自分のやりたいことを強制するっていうか、もう私と私のやりたいことを絶対に認めてほしいっていうのはやめた方がいいと思っていて、サポート強いるくらいなら言わない方がいいなっていう考えかな、私は。誰かに言うたとしてその人が否定的な意見を持ってたとしても、彼らが私のことをサポートする義務はないわけで、私もその彼らに自分のサポートを強いる権利もないわけだから、自分の否定的な意見をもらって自分の夢が遠ざかったり自分に自信がなくなるくらいなら、自分のことは絶対言わなくていいなって思う。なんか認められる必要別にないからさ、親とか親友とか誰でもいいけど、自分の信頼してる人から自分の夢についていろいろ言われたりとか、自分の目標についていろいろこれやめた方がいいぞとか言われたりとかして自信がなくしてる子がもしこのビデオを見てる子でいたら、その意見は本当に関係ないから無視して大丈夫。考えを突き詰めてもう固めて自分で信じていろいろ行動していけば、その彼らの意見は気にならなくなると思うし、行動したら結果が出てくるじゃん。その結果を見せた方がいいと思う。だから言うより結果を見せるっていうのが結構私のモットーかな。自分で大事にしてることだと思ってる。自分のやりたいことを全部言う必要なの。1から100まで、0から100まで。例えばこうして、こうしてこうしてこうしてとか全部言う必要なくって、なんか言う人も選んだ方がいいと思う。自分のことをサポートしてくれてる人には言ったらすごく素敵な意見をもらえるし、応援してくれて分かってる人とかに言うのはいいと思う。それはすごく自分にとってもいいエネルギーになると思うけど、言う人はね結構選んだ方がいいかなって感じかな。仲良くなりたいから全部話すとかはすごく良くないし、自分にとっても良くないし、相手もなんかストレスを感じちゃうかなって思う。なんかシェアされすぎてもさ困るじゃん。なんかわかる？なんかプライベートとその境が結構ない人って結構いるじゃん。ちょっとズカズカ入ってきたりとか。だからそれも結構私は嫌なの。なんか自分のプライベートとその境目、境界線を結構守ってほしくて、それを結構ガーって入ってこられたら結構引いちゃったりするから、その節度を守って友達とかも信頼できる方と接するのはすごくいいなっていうふうに思った。で、私はそういうのを意識して過ごしてる最近は。新しいことをしたり、なんか自分のやりたいこと、自分の今のものから違うことを行動するときは絶対に否定的な意見があるの。私もこのね SNS 始めるの結構不安だったし、 YouTube とかも全然ね、私の周りで YouTube やってる人なんていないからさ、なんでって言い方悪かったらごめんね、悪い意味で言ってるわけじゃないんだけど、 SNS をやってる人があんまりいなくって、私の友達も全然そういう感じじゃないから結構怖かったの。なんか YouTuber ってさ、いろいろ偏見とかもいっぱいあるから、マイナスな意見も絶対あると思うし、なんて言うんだろう、自分のやりたいことを始めるときに絶対止めてくる人はいるの。だからその理解されたくて話すんじゃなくて、始める前に話して、そういう悪い意見をもらったらさ、やりたくなくなるじゃん、普通に考えて。だからもう行動してから言った方がいい。なんなら言いたいならね。あともう一個、他人に
話しすぎることの原因として思うのは、責任から逃れてること。なんか人に話すことでさ、その人の責任にもなるっていうか、なんか自分だけで決めたことだと、自分の 100% 責任持たなきゃいけないじゃん。だけど、例えば友達とかに話して、友達がいいじゃんとか言ったら、なんかその子の責任にもなるっていうか、自分的に。なんかその子も言ってたし、みたいな。親も言ってたし、みたいな。誰かも言ってたし、みたいな感じで、責任逃れできるじゃん。気持ち的に。だから、そういうのもあって言ってるんじゃないかなって思う。人に話すことで自分自身の責任だけじゃないっていう気持ちになっちゃうかもしれないけど、結局行動するのは自分しかいないから、自分だけ責任取れる行動をしなきゃいけないと思う。わかる？なんて言えばいいんだ？なんかね、責任を転換してるわけ。話すことで。それが良くないの。だから自分しかないの、その責任はね。他人に責任を転換しても意味がないの。自分が不安だから誰かに話すとかはあんまり良くない。やりたいことがあったらもう言わずに行動言うんじゃなくて行動。それが一番いいかな。だから行動しようみんな。そういう話。言う前に行動。言って成功してから言ったらもう多分みんな信じてくれるし、結果が結構大切だと思う。やる過程っていっぱいあると思うんだけど、やる過程っても正直どうでもよくって、私はこのやり方を残していきたいから今こうやって発信してるんだけど、その過程で認める認めないとかあんまり関係なくって、やってから考えた方がいいかなと。成功してから話したら絶対認めてくれると思う。結果があるから。私がこの考えに至るまでにやったプロセスとしては、自分自身のやりたいこととか目標を明確にして、もうやること、ステップも全部明確にして、自分のアイデンティティを形成して、自信を持って、目的を持って、責任を持っていこうっていう風に決断してからは結構考えが固まったかなって思う。自分を理解したら考えが結構ね、わかるの。自分がどう考えてるかとか。人に言うことで安心できることもあるかもしれないけど、夢を突き詰めたいとかやりたいことがある人は、誰かに言って理解されようっていうのはせずに、自分で静かに行動を起こすっていうのがすごく重要だなって思った。誰かに話して理解されようとするよりも、自分の目標とか、その目標を達成するまでのステップを考えた方がいいと思うし、行動が一番大切かなって思った。行動しないで言う人結構さ、うさんくさいじゃん。わかる？言ってるだけじゃんみたいな。重いじゃん。だから、言う前に行動。それがね、一番大切。他人に認められる必要ないんです、本当に。他人だから。認めることもできないだろうしね。わかんないと思う。自分が、例えばね、私がイラストレーターで超爆売れとかしたらさ、今までイラストどうなんだとか言ってきた人も、結果があるから絶対認めてくれるだろうし、認めることを目的としてないけどね。結果的に彼らは認めざるを得ないじゃん。もう成功してんだから。だから、話す前に行動しようって思ったっていうお話。これまとまってるかな？わかんない。ちょっとめっちゃ話しちゃったけど、とりあえず行動しましょうっていう話です。話す前に行動。認められる必要はない。自分を信じろ。そういう話です。大丈夫？この動画。まとまってる？一応ね、書いたのこうやっていろいろ考えがいろいろ変わったなとか、アップデートしたなと思ったら動画にしたいなと思ってる。まだ若いし、いろいろ吸収する時期だから、考えは日々変わっていくのが当然だと思ってるから、今の考えにいろいろ考えがあるけど、その考えに固執せず、いろいろアップデートしていきたいなって思っております。18歳。もうすぐ地域だけど。だからね、いろいろね、考えること多いんだけど、私は最近はこういう感じでやってます。他人の意見はいりません。自分の意見だけを考えて、目標のステップを考えていけばいい感じになると思います。とりあえず私が伝えたいのはそういうこと。だから他人に認められる必要はない。認める必要はない。他人に認められる必要はないんです。自分が認めればいいの。自分が認めて成功したら絶対にその人も信頼してくれるはずだから。だからそんなにシェアしすぎなくて大丈夫。
行動しよう行動。私もね全然最近ちょっと怠けすぎてたからもう行動しようと思ってる。今日はね頑張る。電話もかけたりとかして最近いろいろやってるんだけど、そういうのやっていこうかなと思ってるから、みんなもやりたいことがあったら私が今言ったようなことをやってくれたら嬉しいなって思う。私もまだやってる段階だから 100% わかるわけじゃないけど、とりあえず今の考えをいろいろ話してみた。どうでしょうか。みんなはどういう考えを持ってる？私の動画を見た後でも今でもいいからちょっと考えてほしいなって思う。では今日はこういう感じで終わりたいと思います。見てくれてありがとう。なんかねもうすぐね YouTube のチャンネル登録者数が1万人ぐらいになりそうだから、よかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。あとは Instagram、ポッドキャストもやっておりますので、よかったら下の概要欄から見てくれたら嬉しいなって思ってます。じゃあ今日は終わり。バイバイ。見てくれてありがとう。バイバイ。駅のホームで年を越すことになりそうで結構最悪。あと5分で終わっちゃう。やばい。2024年1月1日、私たちは、約2時頃に終電に乗って鎌倉駅に着きました。ダンスでのご乗車はお控えください。